ーとは全く違います。電子マネーというのは、従来の技術で、運営されるもの、例えば日本で言いますとスイカがありますね。ああいうものとは全く違う新しい通貨なんです。で、この一番大きな特徴はですね、送金のコスト、お金を送るコストが非常に低くなるということです。で、これはですね、経済活動に非常に大きな影響を与えます。で、あらゆる経済活動っていうのはその裏に、送金、お金を送るとかですね、あるいは決済とかそういうことがありますね。したがってそのコストがゼロに近くなってしまうということは考えられないような大きな変化をもたらすんです。で、このことはですね、インターネットの場合と比較してご覧になるとよくお分かりだと思います。インターネットはですね、世界的な規模で情報の通信をするコストをほとんどタダにしてしまったんです。で、それまで、情報を送るためにはかなり高いコストが必要でしたね。例えば国際電話をするというのは非常に高いコストが必要だ。私は今でも思い出すんですが、大学院生の時に私はアメリカで勉強してましたけれども、日本からの国際電話というのは非常にコストが高いのでほとんどできなかったんですね。で、私は自分の子供が生まれる知らせもですね、電話で受け取ることができなくて、その知らせは電報で来たということをよく覚えています。で、こういうことがですね、今から50年ぐらい前の世界だったわけです。で、今はコストがほとんどゼロになった。だから電子メールを使えばですね、誰にでも簡単に、ほとんどゼロのコストで、情報を送れますね。で、もちろんビジネスもそれによって非常に大きく変わりました。で、これと同じことがですね、今後経済活動について起こる可能性があるんです。で、このような変化というのは、今始まったばかりですので、まだどういう変化が実際に起こるかということを完全に予測できない面があるんですけれども、非常に革命的な変化が起こるということは間違いありません。で、特に重要なものとして、2つのことがあります。一つはマイクロペイメントと言われている分野、もう一つは海外への送金です。で、最初のマイクロペイメントというのはですね、少額のお金を送ることです。で、今銀行とかですね、その他の手段でお金を送る場合に、何千万円とか何億円とかそういうお金を送るのであればですね、送金コストがいくらかということはあまり気になりませんね。しかし、その数千円とか数万円というお金を送る場合には送金コストがその送金額に比べてかなりの比率になってしまうんです。したがって自由に送ることはできない。で、このことはですね、特にそのウェブでの支払いとか、あるいは特にウェブでいろいろなコンテンツがありますね。で、これを有料で配信するということに対して非常に大きな制約になっているんです。例えばそのウェブで何か記事を書いてこれを100円で売りたいとした場合に送金コストが50円かかってしまうということだったら、これはビジネスにならないわけですね。これが現状なんです。で、ところがそのコストがゼロに近くなってくれば、ウェブで有料の情報を配信するとかですね、そういうことが今より簡単にできるようになる。ですから送金コストが下がるということは普通想像するよりもはるかに大きな影響をビジネスに及ぼしていくことになります。で、現在この、ウェブでお金を払うとかですね、そういう場合に何を使っているかというと、クレジットカードを使ってますね。皆さんが例えば、Amazon で本を買う、でその代金を支払うのはクレジットカードを使ってますね。ところがクレジットカードは送金に対して一定の手数料を課しているわけです。で、この手数料を負担しているのはお店の方ですので、利用者はいくら手数料をかかっているかということはあまり意識してないんですけれども、しか
かし店の方ではコストがかかっている。もちろんアマゾンのような非常に大きな店舗であればですね、そのコストはあまり大きな問題になりませんけれども、小規模な店舗であれば送金コストがいくらかということが非常に大きな制約になってしまうんです。でクレジットカードのその送金手数料がどのくらいか、これは場合によって違いますけれども、普通送金額の 2% から 4% ぐらいではないかと言われてるんですね。で、2% から 4% っていうのは低いじゃないかというふうにお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではないんです。なぜかと言いますと、利益率というのはですね、そんなに大きなものではないんです。日本の企業の平均についてみますと、売上高に対する利益の比率というのは大体 4% ぐらいなんです。ということは、仮にですね、その売上高の 4% の手数料が課されるとすれば、送金に課されるとすれば、店の方としては利益がなくなってしまいますね。ですからそういう場合にはそのクレジットカードで支払いを受けるということが不可能なんです。したがって現在の状況ではですね、大きな店舗であればクレジットカードの支払いを受けることができるけれども、中小企業あるいは零細企業が経営している店ではそういうものを使えないということになるわけですね。でこれが現状なんですけれども、このコストが下がれば、そうした小規模な商店でもその送金のためにですね、現金で支払うんではなくて仮想通貨で受け取るということになります。そうすればその店はですね、お金を受け取ったり、それを計算したり数えたり、そういう手間が一切なくなるわけですね。ですから本来の仕事に専念することができるわけです。でこのような変化が、いろいろなところで起こっているというふうに考えられます。それからもう一つの分野はですね、海外への送金なんです。で実は今お話ししたのは国内での送金なんですけれども、海外に送金をしようとしますと、現在の状況ではかなりコストが高いしかも場合によっては時間がかかるしですね、非常に不便であるというような状況があります。これは私の個人的な経験談で恐縮なんですが、私は10年ほど前にスタンフォード大学に行ったことがあるんですが、その時にですね、車を買ったわけですね。で車の、頭金を支払う人、頭金と言いますか、車の代金を支払う必要があるんですが、私はですね、銀行のその口座振替を使えばアメリカに行っても現金の支払いで苦労することはないんじゃないかっていう甘い考えのもとに、あまり現金を持たないでアメリカに行ってしまったんですね。でところが車を買う段になったら現金が必要になったんです。でこれをですね、ある銀行、アメリカの銀行ですが、日本にも口座があるので、その口座から振り替えれば簡単にアメリカでお金を出せるというふうに思っていたんですけれども、実際にはそれができないで大変な苦労をしたことがあります。お金を出すにはですね、その銀行の ATM で20ドル札をいちいち出して来なくてはいけないというような大変な手間がかかったことになります。ですから海外への送金というのは単にコストが高いだけではなくて、普段それを海外送金をやっている貿易会社なんかは別としてですね、個人がある時突然海外にお金を送ろうとすると非常に面倒なことになってしまうんですね。で仮想通貨があればこの問題は簡単に解決できてしまう。仮想通貨には国境がありませんから、どこの国でも同じ仮想通貨になるわけで、その仮想通貨を持っていれば世界中どこに行ってもそれが使える。その銀行の ATM からいちいち20ドル札を引き出すというような手間は一切必要なくなるということですね。
で、私の場合の経験では非常に特殊な経験だと思うんですけれども、この海外への送金っていうのは実は現実に大きな問題になってるんです。でそれはどういうことかと言いますと、あれですね、新興国からの出稼ぎ労働者が外国で仕事をする。でそこで給料をもらいますね。でそれを自分の国の例えば親のところに送金する。でこれが現在は非常に大変なんです。でコストもかかる。で例えばアジア地域で言いますと、フィリピンからの出稼ぎの労働者が香港で仕事をする。で香港で仕事をしてそのお金を故郷に送りたいんだけれども、今の仕組みでお金を送るとですね、大変なコストがかかってしまう。でこういう問題があるんです。でこの問題はだいぶ前から例えば世界銀行が問題にしてきたことです。しかしこれも仮想通貨を使えば非常に簡単に、しかもコストなしに送ることができる。で今こうしたような送金のビジネス、例えば今の例で言えば香港からフィリピンにお金を送るということをですね、仮想通貨を用いて行う。そういうことがどんどん広がるという状況が起こっています。でもしこのような海外への送金ということも簡単にできるようになればですね、それは私は日本の企業にとって新しいビジネスチャンスを生み出していくということにもなるんじゃないかと思うんですね。例えばそのアジアのどっかの地域、例えば、ミャンマーにですね、優秀な IT の技術を持っている人がいたとする。でその人に何か IT の例えばウェブサイトを作るということを仕事を頼んだとしますね。でそういう仕事を頼むということは今でもインターネットを使って簡単にできるんですけれども、問題はその代金、借金の支払いなんですね。それが先ほど申しましたような事情で簡単にはできない。でしかも支払おうと思うと非常に多額のコストがかかってしまう。でこういうことがあります。ですからそういう人たちがいてですね、そして日本の企業としてはそういう人たちを使いたいという需要と供給があるにもかかわらず、なかなかそういうことを実現できない、ということがあるのではないかと思います。したがって仮にですね、仮想通貨での支払いが現在よりももっと簡単にできるようになれば、そのような日本と東南アジアとの共同の作業、コラボレーションということをですね、現在よりももっと簡単に行えるように、私はそれは日本の経済発展にとっても非常に重要な意味を持っているというふうに思います。で、この他にも仮想通貨というのはさまざまな面で経済活動に大きな影響を与えていくというふうに考えられます。でここでですね、フィンテックという言葉についてちょっと触れておきたいと思うんですが、フィンテックという言葉が、最近流行語になっていて、皆さんもいろいろなところで気になったりご覧になったりしたことがあると思います。でフィンテックっていうのは金融ということを意味するフィナンシャルという言葉と、それからテクノロジーを、その2つの言葉を合わせた言葉ですね。フィンテック、つまり金融サービスに対する IT 技術の応用、これを一般にフィンテックと言います。で、仮想通貨っていうのはフィンテックの一部分なんですけれども、普通言われるフィンテックはこれ以外のものも含まれています。例えばスマートフォンを用いて送金をしたり決済をしたりするとかですね、あるいはインターネットから資金を調達してそれをどこかに貸し付けるとかですね、あるいは人工知能を利用してその投資のアドバイスを行うとか、そういうさまざまなサービスが行われようとしていて、これらがフィンテックと呼ばれています。でこれらのフィンテックも確かに非常に重要なことなんですけれども、ただしその送金について申しますと、先ほどのそのスマートフォンを用いて送金をする、これは非常に注目を浴びてますけれども、
しかしこれには限度があるということに注意が必要なんです。でなぜかと言いますと、スマートフォンを用いて行う決済というのは現在の銀行の決済システムの上に構築された仕組みなんですね。銀行の上に構築された、クレジットカードの仕組みを使う、そういうものが普通なんですけれども、そうであればですね、いかにスマートフォンを使うにしてもクレジットカードの送金コストよりも送金コストを低くするということはできないわけですね。平均して全体としてコストを引き下げるということはできません。したがってもちろんスマートフォンを使って簡単に決済できるというのは非常に重要なことですけれども、しかしコストの面で言えば限度があるということが重要です。したがって特に送金ということについて言えば、フィンテックの中で最も重要なものは仮想通貨であるということが言えると思います。さて、そこで今仮想通貨が社会にどういう影響を与えていくかということをいろいろお話ししましたが、現在すぐにですね、これが社会でさまざまな面で使われてどんどん普及していくかというと、大変残念ながら現在の状況ではいろいろな制約があるということは認めざるを得ないことなんです。これはこれまでの IT 革命、つまり PC が導入されたとかですね、インターネットが導入されたということとは違うんですね。PC にしてもインターネットにしても新しい技術が導入されて、それが前の技術よりも使いやすいということであれば誰でもそれを使えますね。それを使ってはいけないというそういう制約はないわけです。ところがですね、金融が関係してくるとその問題が生じてしまうんですね。つまり金融に関するビジネスというのは誰でも自由にやっていいというわけではない、いろいろな規制があるわけです。例えばしばらく前までは先ほどの送金という業務がですね、これは日本では銀行しかすることができませんでした。で銀行業を行うためには免許を取る必要がありますね。免許を取るためには大変な手続きが必要なわけです。でそういうところだけが送金を行うことができる。したがって送金に関するいくら優れた技術が出てきたとしてもそれをすぐさま利用するわけにはいかなかったんですね。つまり金融の場合には規制がある、それが大変重要なことです。これは仮想通貨に限らずフィンテック一般について言えることなんですけれども、いかに技術が優れていてもすぐにはそれを活用するということができない、こういう問題があるということは認めざるを得ません。それから実は日本の場合にはもう一つ障害があるんですが、それは税金なんですね。日本では仮想通貨を最初に購入するときに消費税がかかります。そしてその仮想通貨を使って何か物を買うとそこでも消費税がかかります。つまり消費税を20倍にしなきゃいけないんですね。で現在の通貨、例えば日銀券で物を買う、その場合にはですね、物を買うときには確かに消費税がかかりますけれども、例えば何か働いて日銀券をもらう、そこでは税金、所得税がかかりますけどね、消費税はかからないですね。つまり仮想通貨は税金の面で不利な立場にあるんです。でこれはかなり日本的な問題であって、他の国では仮想通貨の取得に、同じような税、ヨーロッパであれば付加価値税ですが、それがかかるということはないんですけれども、日本の場合にそういう問題があるということは否定できないことであります。でその他にもいろいろな問題があってですね、仮想通貨は技術的には先ほど申しましたように優れている。したがってそれを用いれば社会が大きく変わる。大きく変わるけれども、今すぐにそれをやるということに関していろいろなしがらみ規制、制約が
そういうことは認めらざるを得ません。で、私はですね、こういう状況はぜひ変えていかなければいけないというふうに思うんですね。我々はその当局の規制というのをそのまま受け止めるだけではなくてですね、こういう規制が不合理なものであるというふうに考えれば、積極的にそれに働きかけて規制を変えていく、そういう努力が必要ではなかろうかというふうに思います。で、さて、次にお話ししたいことは、日本でメガバンクがですね、仮想通貨を発行する、そういう計画を持っている、このことについてお話をしたいと思います。で、これまでの仮想通貨というのは先ほど言いましたようにブロックチェーンという仕組みで運営されているわけですね。で、ブロックチェーンというのは、コンピューターの集まりが運営する仕組み、P2P というコンピューターの集まりが、それを運営するんですが、この P2P には、基本的には誰でも入ることができる自由な仕組みなんですね。で、そういうような仕組みである仮想通貨に対して、銀行がですね、同じようにブロックチェーンを用いて自分の仮想通貨を作ると、こういう動きがあります。で、日本では三菱東京 UFJ 銀行が、独自の仮想通貨を作るということが報道されています。で、この三菱銀行はですね、その通貨を用いて、海外との取引も行うとかですね、あるいはもちろんその銀行の内部での送金を行うということがあるわけですが、それと同時にそのコインを一般の利用者に公開する計画であるというふうに報道されています。多分来年のいつか、そういうコインが世の中に出てくるということになるんだと思われるんですね。で、これは銀行が仮想通貨を発行するというのは実は日本の銀行だけではなくて、世界の他の銀行、例えばシティバンクとかですね、そういうところが試みてきたことで、そのこと自体は目新しくはないですが、ただそれを一般の人々が使えるものとして提供するというのは三菱 UFJ が初めて、言ったことだと思います。私はこれは大変、興味深い提案ではないかというふうに思うんですね。で、特に興味深いと思いますことは価値が固定されているということです。で、これまでの仮想通貨はですね、価値、例えばドルで評価した価値が変動する、ということがあります。需要と供給によって変動するんですね。したがって場合によってはですね、高く買った仮想通貨が持っている間に、価値が下がってしまって損をしてしまうということもあり得たんです。もちろん逆の場合もあり得るわけで、持っている間に価値が上がって得をするという場合もあるんですが、価値が変動する、という特質がありました。で、このことはですね、その送金とか決済に使うということを考えると、問題があるわけですね。送金や決済に使うためには円やドルで評価した仮想通貨の価値が固定されていて変動しない、そういうものが望ましいわけですけれども、これまでの仮想通貨は、そういうものがなかったんです。ところが三菱 UFJ の仮想通貨はですね、円に対する価値を固定しています。つまり円を使うのと同じような意味で、持っていても価値が変動してしまうということはないんですね。ですからそれを用いて決済をしたり、送金をしたりするというのは安心してできるようになった、というふうに考えられます。で、実は同じような仮想通貨をですね、三菱 UFJ だけではなくて他のメガバンクも計画をしています。みずほとかその他のメガバンクが競争している。したがって多分1年後ぐらいにはですね、日本ではそういう銀行が発行する仮想通貨が、ごく一般に使われているという事態が生じなくもありません。
で、私はこれは非常に興味深い事態だと思うんですね。というのはですね、それらの通貨が広く使われるようになりますと、これまでの主要な通貨、つまり日本銀行が発行する通貨ですね、それを駆逐してしまう可能性がなくはないんですね。で、それは例えばタクシーの支払いを考えてみたんです。で、タクシーの支払い、普通は現金でやりますね。で、ところがタクシーの運転手の立場から見れば、現金で受け取ってそれを勘定して、しかもそれをなくさないように持っている。これはかなり面倒くさいことですよね。で、したがってそういうタクシーの支払いというのは自動化されていた方が便利なんです。で、日本では最近スイカでタクシーの料金を支払えるようになりましたね。ですからタクシーの運転手から見れば現金でもらえるよりもスイカで支払ってくれれば後の手続きがなくなるわけですから簡単なわけです。で、ところがですね、スイカというのは問題があるんです。それを先ほど申し上げたことですが、スイカというのは電子マネーですので、コストがかかるんですね。支払っている人はコストは負担しませんけれども、タクシー会社がそのコストを支払っているんです。したがって現金で支払いを受けるよりもスイカで支払いを受ける場合にはコストが高くなるんですよね。こういう問題があるんですね。だから便利だけれどもコストがかかるということです。で、仮にですね、その仮想通貨がそこで使われるようになって、しかもメガバンクが発行している仮想通貨で従って、価値が変動することはない。で、そういうものが使われるようになればですね、タクシーの中で、例えばその三菱の仮想通貨を受け付けるのはここに置いていただければそれで支払いますとかですね、みずほだったらこちらですとかね、そういったようなことが行われる可能性がありますね。タクシー会社にとってはそういう通貨っていうのは、願ってもない通貨なわけです。で、ここでですね、一つ注意していただきたいのは、円に対する価値は固定されているんですけれども、使い勝手という点で、例えば三菱とみずほの仮想通貨は違うかもしれませんね。例えば三菱の仮想通貨はいろいろな店舗で受け付けているから、それを持っていると便利だっていう、仮にこういうことがあったとしますね。で、そうするとですね、タクシー会社としては三菱の仮想通貨で払ってくれるのであれば、現金の支払いよりも割り引きますと、いうこともできるかもしれませんね。つまり通貨の価値がその便利さによって評価されているということになるんです。で、これは経済学者の言葉を使って言えばですね、いろいろな通貨が発行されて、それらの間で競争が起きるということです。で、競争が起きることによって最も効率的で最も使いやすい通貨が生き残っていくであろうというようなことが起こる。つまり通貨に、普通の商品とかサービスについて競争が行われますね。で、競争が行われて最も優れたものが生き残っていきますよね。で、それと同じことが通貨についても生じるかもしれないということです。これが大変面白いことだというふうに申しますのは、ハイエクという経済学者がいまして、フリードリヒ・フォン・ハイエクという経済学者ですが、彼がもう何十年も前に実はこれと同じことを考えたことがあるんです。彼が言うにはですね、今の世界では通貨を発行する権限を持っているのは国だけである。国プラス中央銀行だけが唯一の通貨を発行できる。で、そういう独占的な権限を持っているために国や中央銀行はですね、勝手なことをやる。で、特に問題なのは通貨の価値を引き下げるようなことを平気でやってしまう。で、そこで早く言うには国や中央銀行に通貨の発行権を独占的に持たせるのではなくて、いろいろな銀行が自分自身の通貨を発行して、それらの間で競争が起こった方がいいということを言ったんですね。で、つまり自由通貨の考えです。で、この考えはですね、その本が出た当時には、
理論的にはそうかもしれないけれども、現実にはありえない話だというふうに受け止める人が多かったんですけれども、しかしそのような、そのことと同じようなことはですね、先ほど各種の例を用いて申しましたけれども、現実の世界でもそういうことが起こる可能性が出てきたということであります。大変面白い事態だと言ってよろしいと思います。時間がなくなってきましたので、ごく簡単に申しますが、ところがですね、そういうことになれば、中央銀行の発行している通貨、今の日銀券ですね、それが駆逐されてしまうということもありますね。ところが中央銀行はもう去るものであってですね、そういう事態をただ見ているわけではありません。実は中央銀行自体が独自の仮想通貨を作ろうという考えを持ち出しているんです。これは特に中国の人民銀行はですね、すでにそういう考えを持ち出しています。中央銀行が自ら仮想通貨を作って今の現金の通貨の代わりにするということですね。で、同じような考え方はヨーロッパのいくつかの中央銀行も持っているようです。で、まだ自体は非常に流動的でですね、これからどういうことになっていくかということが、ほとんどわからないというのが実態なんですけれども、ただ非常に大きな変化が起こる、こういうことは間違いないと思います。で、今日のお話の一番最初にですね、インターネットのことを申しましたね。で、仮想通貨が現れたのは通信の分野でインターネットが出てきたのと同じようなものだと、こういうふうに申しました。で、インターネットが出てきたとき、人々が何を言ったのか、思い出してください。インターネットはほぼゼロのコストで世界中に通信できると、こういう宣伝文句で現れたわけですね。で、それを聞いた人々はですね、そんなことはありえないだろうと。今非常に高い国際電話を使っているのにですね、もしゼロのコストで通信できるようなそういう手段が現れたら世界がひっくり返っちゃうだろうと、そんなことはありえない、誰もが思ったんですね。インターネットが広く使われるなどということは SF の世界の話であって現実にはありえないとみんな思いました。仮想通貨についても私は今それと似たような状況にあるんだと思います。今日いろいろなことをお話しました。特に送金コストが下がるということはですね、経済活動を効率化し、あるいは新しいビジネスを生み出し等々の大きな変化をもたらす、こういうことを申しましたね。で、多分そういうことを聞いて多くの人はですね、そんなことはありえないだろうと、もしそういうことが起こったとしたら世界はひっくり返っちゃうだろうというふうに今でも多くの人は考えていると思います。しかしインターネットのことをもう一度思い出してください。インターネットは確かにゼロのコストで地球規模の通信を可能にしたんですよ。で、その結果何が起こったかを思い出してください。まさに世界はひっくり返ってしまったんですね。で、このインターネットという大きな変化にうまく対応できた人、あるいは組織があります。で、そうした人々は考えられないほどの大反対をしました。で、しかしそれに対応できなかった人もいるわけですね。あるいは会社もあるわけですね。で、そのような会社というのは、だんだん縮小せざるを得ない、あるいはすでにダメになってしまった。で、非常に大きな格差が生じたんですね。私はこれからその金融の世界、あるいは送金とか決済についても似たようなことが生じると思います。今起きている非常に大きな変化、その変化の本質を理解してですね、それにうまく対応することができれば、これからの世界で大発展していくことが可能なんですね。しかしそんなことはありえないと思ってそれを無視している人、そういう人たちはこれから衰退していかざるを得ないと思います。我々はまさにその2つのどちらに行くかということのちょうどそういう大きな変化が始まりつつある、そういう時代にある、ということを我々はもう一度よく見直す必要があると思います。
大変今日は短い時間でありましたけれども、仮想通貨の可能性ということについてお話をいたしました。私の話は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。野口先生、どうもありがとうございました。皆様の総通貨への確信がさらに確実なものになられたのではないでしょうか。どうぞ今一度大きな拍手をお届けくださいませ。Simply amazing. What I want to speak to you about a bit is actually why we're all here. And I know you, most of you are amazing networker and you have been in many other companies, okay, but I just want to tell you actually what cryptocurrency is about. Not only see the video, not only see, oh my god, it's exciting, but why actually? What is the reason? Why is cryptocurrency going to change the world? Now, who of you has a Facebook account? Almost all of us have a Facebook account. The interesting about this company that changed the world called Facebook is that this company is actually less than 10 years old. So something happened 10 years ago that changed all our lives somehow. And I believe that the same is actually going to happen with cryptocurrency. Very technological way of making payments quick, easy, and fast. Mr. Sebastian, could you introduce Dr. Ruja to us, please? Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much. First of all, I would like to thank Professor Nogoshi for a very, very good speech with clear facts about the industry, but also about where we're going. So, having people like this with all this experience means that we are changing the way that payments work. That is why we're here for a reason. But the main reason why we're here, and the main speaker of today, is of course a very intelligent, smart, young woman, driven by change, driven by innovation, driven by making the world a better place. So I would like everybody in the audience to stand up, please. So 3,000 people are standing up. I'm on stage, speaking about payments, speaking about the future, but the real person behind all this, who designs the future, who designs our destiny, please give a warm welcome, applause to our CEO, founder, Dr. Ruja Ignatova.
event. I'm more in our head office in Europe, but Japan is a very special market for us for several reasons. Of course, Japan has a lot of tradition and is actually one of the strongest economical powers globally. I don't need to tell you that Tokyo is one of the most impressive financial capitals next to London, New York, and maybe Frankfurt. So this is why I'm very, very pleased to be here on stage and to speak to you. One thing that is also very, very special about Japan, and not that special about London and New York, I would say, is that people here are much more open to innovations. Some of the first Bitcoin exchanges were actually launched in Japan. Why? Because people here are very, very interested in the future, but also for other reasons. We all know that the yen has a very interesting history in the past. Japan was one of the very, very few countries fighting deflation. In Europe, we don't know this word actually. And this is why I believe that this country is interested in cryptocurrency. Before going on stage, I met somebody who told me cryptocurrency is a very, very big topic here. And we think that people in Japan will invest about 7 billion in cryptocurrency only in 2016. Wow. Now, this is an impressive number, and I think the question, cryptocurrency, yes or no, or will cryptocurrency actually change the world, is not a question anymore. Yes, it will. However, what I would like to speak to you today about is why OneCoin is a very, very special cryptocurrency, why I believe that OneCoin has a very big future, and how OneCoin faces challenges, but also has a lot of chances to take in the future. Everybody here, when I'm done, I hope, will be able to say in a few words why OneCoin is one of the best or superior cryptocurrencies out there. So I do not want to speak a lot about history. We started in Japan recently, so I will tell you what we did before. We started, as Yuha told us, about our first meeting on the 27th of September 2014. Since then, impressive growth. 2.1 million users and a market capitalization that is over 4 billion euro. Next in class are actually only Bitcoin. Now, here you see a chart with several cryptocurrencies. They are out there over, nobody knows actually, but about 400 cryptocurrencies at least. Now, we heard something very, very interesting from the professor about the cryptocurrency of the Mitsubishi Bank. Very, very interesting. A lot of people speak about cryptocurrency, a lot of rumors, oh, Goldman Sachs wants to create a cryptocurrency, oh, I don't know who, this bank wants to create a cryptocurrency. Everyone here even could create a cryptocurrency with some basic research and work. So why are some of them successful? Why are some of them very successful? Just look at the number 4, guys, Litecoin. Litecoin is probably one of the most popular cryptocurrencies out there. Its market capitalization is $200 million. To be honest, we are not impressed. But with $200 million market capitalization, you are already a player in this industry. What does this mean? What this means, I would say, is in 2 or 3 years, a lot more people will know about cryptocurrency. A lot more. It will become more accepted. Currently, we are first movers. We educate ourselves about cryptocurrency. And this is something very special actually about our network or about our community. We
want everybody who joins us to understand what cryptocurrency is. There are a lot of things that you can put your money in. You can put them on a savings account, you can buy shares, you can buy cryptocurrency. However, with everything that makes profit, there are also risks. We all follow the stock exchanges, it goes up, it goes down. When we created this company, it was very, very important for me to create a cryptocurrency for the mass market. Now, the mass market is everyone. Everybody should be able to join the currency, to use the currency, and to understand the currency. And this is why today, the only way to join OneCoin as a cryptocurrency goes through the educational packages. We want our users to be educated, to understand what they do and how to use and to mine the currency. I see it a bit as a driver's license. Nobody would let me drive without a driver's license. And nobody actually should use cryptocurrency, mine cryptocurrency, sell cryptocurrency, buy it without having a driver's license or the necessary knowledge out there. Some of the biggest cryptocurrencies out there, Bitcoin, Ethereum, for example, these currencies are popular, but they are not created for the mass market. I don't know if anyone here has tried or has mined Bitcoins, but you know how difficult it is, how expensive it is to buy a lot of hardware to mine the Bitcoins, and how much money you have to put up front to start mining. So, it is not like joining OneCoin, push the button, submit the tokens in mining. It takes a lot more. Bitcoin is not a coin that everybody out there can use. Bitcoin is also decentralized. This means that once you mine your Bitcoins, you can lose them actually very, very easy. People say that about 20% of the Bitcoins out there are lost. Why? In the beginning, one Bitcoin was 10 cents. People don't care a lot about something that is worth 10 cents, so it's lost, gone. It cannot be found anymore. Now, if Bitcoin has a market capitalization of about 8 billion euro, assume that 1.5 billion are gone, poof, lost. This cannot happen in the OneCoin ecosystem. Some of you had fought with hacked accounts, and you know that whenever you contact us, we fix this for you, we check the transactions, and you cannot lose your coins. So this is why centralization in our case is actually a very, very good thing, because our people, again, are normal people like you and me. We do not want to lose our coins, we want to keep them, and we want to use them. So this is something very, very special about OneCoin. A second thing very special is safety and security. We have launched this hacker challenge about 4 weeks ago. Since then, I think we had about 2,000 hackers joining it, and obviously we have not been hacked yet, so it is going very, very well. Number 3 on this list, however, Ethereum cannot say the same. They had a huge issue with hackers, and as far as I read in the last weeks, hackers have asked them now for 50 million euro to remove this threat that they have. So this again, we are very, very concerned about safety, as I do not want to lose my cash, as we don't want the banks to lose our savings, we also do not want you to lose your coins. A very big topic for us here. Now, Litecoin number 4. Why is Litecoin so small? What is going on? You know, why?
one of the main reasons I believe is why all these cryptocurrencies from number 3, 4, 5, 6, 7 are not really successful or not really becoming popular because they cannot be used. Has anybody seen anywhere an opportunity to use Litecoins? To be honest, I am doing a lot of research, I'm doing a lot of work. I have not seen any shops or any other people accepting Litecoins. So if nobody takes these coins, obviously it is difficult to become popular and to use it. So for me, the recipe of success for a cryptocurrency and to make it to the top, to be a cryptocurrency for the future, are three things. One, very, very important, usability. And usability, we spoke a lot about remittances and sending money to each other. Very important. But I would like to say something about local cryptocurrencies, be it the Japanese cryptocurrency. Now, a bank launches a cryptocurrency. I would ask you, how will this bank make money then if they launch the cryptocurrency? They make currently money with remittances. They make money by charging people. They will not provide this for free. Of course, again, they have to charge people, so the costs will not be kept as low as at a non-bank cryptocurrency. There's no such thing as a free lunch, so they also have to charge. Point one. Point two, local cryptocurrencies have, of course, the disadvantage that they serve only a country. But one of the biggest advantages of cryptocurrency has to be the global network, the global community. Now, I come from Europe, and Europeans love doing business with the Asian markets, China, Japan, but it's very difficult for them to make payments. Not for the big companies, they can. But if I am a small company, for example, a software company, I develop some interesting product, I sell it abroad, I have only 10 employees. It's difficult for me to deal with all these cross-border payments, and this is when cryptocurrency really is a huge advantage. Onecoin, as you all know, is in 196 countries. We are over the continents. We are strong in Asia for sure. In Europe, we launched recently Latin America. Africa and India are on our map for next year. And I believe that this is a huge secret of success of a currency. Go global, not local. The second, I think, success factor for a cryptocurrency, I believe that one of Bitcoin's biggest issues is the anonymity that they have created. Bitcoin was supposed, or is supposed to be an anonymous network for users. Now, Bitcoin was created before the 11th of September and all the bad things that happened with the terrorists. Terrorism, I don't know who followed the news last night, is really getting worse. We're living in a world that is becoming scarier. I don't know if you also saw the Istanbul attacks. I was 2 days before I was at that airport. So it is a very unpleasant world sometimes to live in. And these people, of course, need to make money movements. And I myself am somebody who for sure does not support anonymity of cryptocurrency. If you have something to hide, if you have issues, then do not use OneCoin, go somewhere else. Now, we spoke also about the central banks. I strongly believe that cryptocurrencies should be regulated. We would like to come with the financial institutions on the same table. I'm sorry.
and to comply to the rules. We have nothing to hide, and we will be, from the 1st of October on, one of the first cryptocurrencies who stores KYC information in their blockchains. You know, you can store a lot of information in the blockchains, but we encrypt the information and we store this. Why? Because we cannot become the #1 currency, cryptocurrency out there, without complying to the rules. Their governments, their regulators, and we want to play with the rules. But we also want to create a payment system. And this is one of the most important things for us, and this is why I believe we have a bright and big future, because we do not want to work against the regulators, but with them, to create a transparent system here. And the third, and actually the most exciting part, I must say, because regulators, it's not really exciting, but the third thing that is very, very exciting about cryptocurrency, if done well, in my opinion, is the merchants. A cryptocurrency provides low costs for the merchants, and the cryptocurrency can be a global payment system where we attract millions of merchants to the table who take our currency and who also can use it everywhere else. Now, I believe also here we have a huge advantage compared to Bitcoin or other currencies. First of all, according to our research, we have about 10 times as many users as Bitcoin. Most of the Bitcoin users have big accounts, a lot of Bitcoins. A lot of people speak about Bitcoin, but only few people have actually Bitcoins. A lot of the transactions that we see where they say, oh, Bitcoin transaction and so on, are not real transactions, but people moving their own coins from one pocket to the other. So we have a lot of users, point one. Point two, from the 1st of October, our blockchain will be much faster than the Bitcoin blockchain. Now, this is a very pragmatic thing, because if I go and want to buy a coffee at Starbucks, for example, I want to make the payment now, and I want my coffee now, not in 10 minutes. Now imagine what the queue behind me would say, hey, I want to pay with Bitcoins, wait 10 minutes for the blockchain to run through. I don't think they'll be delighted, I don't think the merchant will accept my coins, and this is why it is necessary to run faster. So within 1 minute, the transaction goes through. The merchant has the coins, I did the transaction, I get my coffee. Otherwise, if everybody would make us wait for 10 minutes, this will simply not work. Second thing about Onecoin, I don't know if it is common knowledge, but our blockchain is capable to make more transactions than Visa and MasterCard do today. Very important if we want to compete with them. Bitcoin, however, of course, they are one of the first ones. Technology was not that advanced. They can make as many transactions per year as Visa and MasterCard do per day. How can they compete with Visa and MasterCard? They cannot. One day, what Visa and MasterCard do is what Bitcoin can do in a year. It's impossible. And now, one of the third very important things for merchants is volatility. Volatility means what happens to the price of a cryptocurrency. Is it stable, or does it go up and down, up and down? A currency that goes very much up and down is a very good thing for speculators. You try to buy when the price is low, to sell when it's high, buy, sell. So these are people who speculate, who make a living on this. But merchants, as we heard also from the professor, they want to focus on their own business. They want to sell iPhones, they want to sell coffee, they want to do whatever they do. But they do not want to monitor the Bitcoin price and to be afraid that if they earn today €100 with Bitcoins, tomorrow it's only €80 or 120. Merchants are business people, not speculators.
So for example, we heard the average profit margin is 4%. Very interesting. Now Bitcoin can be worth today $500, tomorrow $480. The merchant made a loss. And this is something that is very, very scary for people, especially for small merchants who have a small shop with 3 people, 5 people, and who really know their business well, but not the financial markets. So it was very, very important for us to create a currency with small volatility. Now how do we do this? We can also not do magic, but normally the more user you have, the less speculator you have, the lower the volatility you have. I can tell you one thing. With 20,000 euro, I could manipulate the price of Litecoin probably by 5 to 10%. 20,000 euro is nothing. Probably with 200,000 euro, I could also play with the Bitcoin price. But the idea is to be so big, to have such a big network, and to support the exchange in this way that merchants feel no risk by using OneCoin. So, wrapping up all that I said, to become the cryptocurrency of the future, and I believe in the future, regardless how many cryptocurrencies are launched, there'll be probably 1, 2, 3 big ones, and that is it. To become the cryptocurrency of the future, we need to work on usability, and we are starting up now a big wave to attract merchants who accept OneCoin. We need to work on our global coverage, new markets, saturate the markets that we're in, become bigger and more popular, strengthen our brand. And the third thing, what we do as a company, be transparent, be there, speak to the regulators, show our face. Nobody knows who created Bitcoin, everybody knows who created OneCoin. Is this always nice for me? Not really. Yeah? I also have to read a lot of things on the internet and so on. But to be honest, I am very, very proud of what we created, and I will not hide. Yeah. So, OneCoin, as also you have said, is not a short-term project. Get money fast, double your money, I don't know. No. This is not the idea. The idea is to create a global payment system, to grow this coin for the future, to prepare it to be one of the biggest and fastest growing financial service providers. Yes, the OneLife network is an amazing network. It's a network marketing company. But OneCoin provides financial services. And this is where we see OneCoin and where we see ourselves in the next years. I see this coin growing over the years, and yes, we will go public in 2 years. But our work is not done yet. We want to make this really one of the biggest companies and one of the biggest success stories. Facebook was not built in a year. Google was not built in a year. This coin we want to have on the market in 50 years. And it has to be stable, and it has to have a lot of users. This is why we have this ecosystem, and again, 7 billion to be invested in cryptocurrency. Which cryptocurrency will I choose? Probably the one with a vision, the one with a plan, the one with a holistic view of the world. Of course, we focus on education, because without being educated, you cannot use cryptocurrency. Of course, we have a very, very strong community. So this already exists, and this will continue growing by providing new lectures, by increasing the network, but also we start new initiatives and currently prepare a lot of things. The merchants, partnerships. I see OneCoin also partnering with mobile operators, telecoms,
Just imagine how easy it could be to send coins, as the professor said, a Filipino person from the country he works into his home country, like with a mobile phone. Easy, simple, and this is what we want to do. Payment system, remittances. We also want to make OneCoin one of the first cryptocurrencies being traded very, very actively, with also Forex products and other derivatives. This is very, very interesting for the financial community, and they are interested in a cryptocurrency with liquidity and users. Bitcoin currently cannot provide this. Charity, I hope that all of you know about our charity, which is helping children globally and doing a lot of things. A lot of you actually have contributed for this, so I would like to thank you very, very much for this. It is really very dear to my heart. And we are always looking also for local initiatives in the markets where we can do something. Business applications and solutions, and of course, entertainment and games. The entertainment market is one of the biggest ones out there. We want to make OneCoin one currency where you can pay for entertainment, for movies, and make it usable for everyone. So if you ask me, what do I want for OneCoin in 2 years? I would like to have 10 million users, at least 1 million merchants, and the price of OneCoin? The answer is nobody knows what the price of OneCoin can be or will be, but we are working very, very hard towards a stable price increase, and in 2 years we hope to be somewhere between 20, 30 euro, and until now I have to say that all the developments exceeded actually our expectations. We hope that Japan will be one of the key markets for us here. I like a lot about this market, as I said, that people are sophisticated, that they understand financial services, but also that they have need for cryptocurrency and are very, very open and first movers for innovation. This is why I would like to thank you for the attention, for the invitation. I hope to come back very, very soon. And thank you, Jack, for the flawless organization for this beautiful event. Congratulations again to all the diamonds, blue diamonds that were recognized yesterday. And yes, thank you. ありがとうございました。ドクターのインジがおめでとうございました。ありがとうございました。それではここで我らがチームリーダーシム・セヨンより花束の贈呈です。セヨンリーダー、壇上に上がってください。どうぞお渡しくださいませ。お写真をお撮りいただけましたでしょうか。はい、どうもありがとうございました。ドクター・ルージャ、今一度大きな拍手をお送りくださいませ。そして我らがチームリーダーシム・セヨンでございました。ありがとうございました。それではどうぞステージのお降りください。